じゃあ今回は実際に RC211V に乗ったライダーの声を紹介したいと思います。テストライダーを務めた伊藤真一選手です。長年 NSR500 に乗ってた伊藤選手なので、ホンダのハイパワーなバイクに一番詳しい人とも言えますし、一番正確なインプレをしてくれそうだとも思いますので、初めて RC211V をテストした時の印象を紹介したいと思います。伊藤選手の初テスト、2001年5月スゴーサーキ第一印象、乗車位置がすごく前にある。フロントタイヤに乗ってる感覚。ポジション合わせ後も半信半疑。オフロードバイクのようなライディングポジションに違和感を感じる。2001年5月が初テストだったそうなんですけども、まずピットの中でバイクに乗ってみて、乗車位置がすごい前にあると。フロントタイヤに乗っかってるみたいだと。走り出す前はまだ半信半疑だったみたいなんですね。こんな前の方に座って大丈夫なのかなみたいな。これまでのバイクとは全然違うので、そう感じたんでしょうね。で、まず走り出してエンジンについて。トルクとパワーがものすごい。6速に入れても加速が衰えない。普通のポジションじゃウィリーする。NSR500 に乗ってた伊藤選手でも感じるハイパワー。前よりのポジションに納得。NSR500 だって、200馬力ぐらいあったわけですから、ハイパワーには慣れてるはずですけど、それでも伊藤選手はまずパワーに驚いたそうですね。で、6速に入れても加速が衰えない。ここで前寄りのポジションに納得したそうです。これは前寄りじゃなくてもうウィリーしちゃって加速できたもんじゃないなって、だからこのポジションなのかと納得できたそうです。で、その前寄りのポジションについてさらに、前寄りのポジションとマス集中の効果、フロントへの抑えが効いている。体を無理に動かさなくてもよく曲がる。トラクションがいい。フロントも浮かない。前乗りが旋回と加速の抑えに効いている。ライダーが前の方に座ってるので、まずとてもよく曲がったそうですね。無理に体を動かさなくても自然に曲がってくれると。ライダーが前に座ってるっていうことと、ガソリンタンク、エンジンがライダーの下でギュッと小さくまとまってるので、トラクションのかかりも良くてフロントも浮かないと。ライディングポジションしかり、そのエンジン、ガソリンタンクの位置しかり、すべてがライディングにプラスに働いて、とても乗りやすかったみたいですね。で、あと注目のユニットプロリンクなんですけども、吸収方向でパワーを路面に伝えていくイメージ、ハイサイドしにくい、ゆったりした動き、接地感の薄さよりもトラクションの良さ、ハイサイドのしにくさが好印象。伊藤選手は、接地感が薄いということは感じたらしいんですけども、そのデメリットよりもメリットの方が強く感じたようですね。まずこのユニットプロリンクのサスペンション自体も、トラクションの良さを一役買ってると。吸収方向でパワーを路面に伝えるイメージだと。サスペンションパーツがね、下側に集中しているユニットプロリンクなので、それがいい意味で重しになってるのか、ハイサイドしにくい、ゆったりした動きだっつってますね。これは、スイングアームの合成もいい具合にしなるようになってるってことも聞いてるらしいんですけども、何しろ伊藤選手にとっては、ユニットプロリンクのデメリットはあんまり感じなくて、いいところだけが印象に残ったみたいですね。で、あと意外なコメント。エンジンブレーキで後ろから引っ張られて、ピッチングが適度に抑えられている。エンジンブレーキがあまり強くない。機械式バックトルクリミッターだけなのに、前の動画で紹介した通り、2002年型はまだ電子制御スロットルじゃないので、エンジンブレーキはバックトルクリミッターだけのはずなんですけど、レーサーズには書いてなかったんですけど、ホンダの公式ホームページを見たら、なぜかこのバイクの技術的な解説がされてて、そこに書いてありました。それをね、参考にします。で、エンジンブレーキがあまり強くない理由、エンジン内部にも工夫あり、セミドライ散布方式を採用、クランク室から3個のスカンベンジングオイルポンプにより、オイルをミッション室に排出。クランク室内には最大 70kPa 程度の負圧が発生し、ポンピングロスを低減。最高出力 4% 向上。フリクション 19% 低減を実現。この V 型5気筒エンジンはセミドライ散布方式なんですけども、クランク室、この絵で言うと赤い部分ですよね。これエンジンだけで考えると普通にオイルパンになる部分ですけど、ここにオイルポンプがあってオイルを吸い出してミッション室に運んでるので、このクランクケースの中は不圧になるんですね。それでポンピングロスを低減すると。最高出力 4% 向上っていうのもなかなかすごいですけど、フリクション 19% 低減って結構すごい数値ですよね。この不圧処理によってだいぶフリクションを減らしてるんですね。なのでエンブレがそんなに強くないと。で、あともう一個あります。スロットルバルブ後に空気の流入口を設け、ソレノイドバルブによる電子制御で、スロットル全平時にも燃焼を起こし、エンジンブレーキを弱めるシステムを投入していた。この絵には書かれてないと思うんですけど、ライダーが操作するスロットルの後に別の流入口を設けて、そこから空気を入れると。ライダーがスロットルを閉じちゃっても、
別の、バイパスからって言えばいいんですかね。バイパスから空気を入れてエンジンをちょっと燃やしてるので、エンジンの回転がある程度上がるってことですかね。それでエンジンブレーキが弱まると。なので、この2002年型は、バックトルクリミッタープラス、クランクケースの不圧処理、プラス、このスロットルのバイパスシステムって言えばいいんですかね。によってエンジンブレーキを緩和してると。なので伊藤選手がそんなに強いエンジンブレーキを感じなくて運転しやすかったってことみたいですね。このややこしいバイパスシステムは翌年から電子制御スロットルになってこの部分に関しては解決してると思いますので、初年度ならではまだ電子制御スロットルじゃなかったということに起因するちょっとめんどくさい技術的な処理をしてたってことですね。このバイクをね、解説するたんびに気の利いたエンジンだとか、気の利いた車体だとか言ってますけど、本当にさらに気の利いた技術が入ってたんですね。これは早いわけですよね。早いっていうのは、ただパワーがあって速いんじゃなくて、扱いやすかったり、ブレーキングでバイクが安定するとか、それもレースでぐるぐる走ってる間に、ライダーのミスを防いだり、ブレーキングの突っ込みで安定性を助けてくれたりとかになるわけですから、要するにこれも速さの一つですよね。なので、この2002年、2003年もかな、この時点では RC211V が最強のバイクだったと言えると思います。その後ね、ライバルたちが強くなって苦戦するわけですけど、これが、伊藤選手の初テストの印象と付け加えでエンジンの制御システムの話をしました。はい。これぜひロッシ本人のインプレというかね、インタビューを聞きたいんですけど、ロッシにインタビューするっていうのはもう彼が有名になってすぐ難しくなってしまったので、できないんでしょうけど、一番早く走らせたライダーの声を聞くのが一番正確なんで、ロッシのインプレを聞きたいんですけど、私が持ってる資料じゃ書いてないんで、ちょっとね、ネットとか探してみます。で、もしなんかいい資料があれば、RC211V、もう一個動画作りますんで、はい。また頑張りますので、よろしくお願いします。